こんにちは、月島です。前回までフォーカスライト社がリリースしているプラグインの RED2 と3をレビューしましたが、今回からはプラグインアライアンス社がリリースしているフォーカスライトのコンソールプラグイン BX コンソールフォーカスライト SC を2回に分けてレビューしていきたいと思います。第1回目はダイナミクス編で、第2回目はイコライザー編です。目次です。BX コンソールフォーカスライト SC の概要、ダイナミクスセクションのエフェクター、コンプレッサーを音源にかけてみる、最後にまとめと次回予告です。BX コンソールフォーカスライト SC はスタジオコンソールをエミュレートしたプラグインです。コンソールのチャンネルの中にはコンプレッサー、ゲート、ディエッサー、エキサイター、イコライザーが装備されています。また、このプラグインはパソコンの画面に表示させるととても大きいですが、左上の 100% のところをクリックすると表示サイズを変更可能です。そしてこのプラグインはプラグインアライアンス社が販売しているので、このプラグイン単体で購入することが可能です。また最近ではオーディオインターフェースなどを購入するとこのプラグインが付属している場合もあります。私が購入したスカーレットソロにも購入特典でバンドルソフトとして入っていました。プラグインの一番左側にコンプレッサーがあります。RED3 と同じ VCA タイプです。コンプインボタンを押して点灯させるとコンプレッサーが有効になります。リンクボタンはステレオ音源の L と R をリンクさせるボタンで、オンにすると L と R のチャンネルに同じようにコンプレッサーがかかります。モノラルのトラックにこのプラグインを挿入した場合はリンクボタンはなくなります。その他のパラメーターは一般的なコンプレッサーと同様のものが用意されています。スレッショルド、レシオ、リリース、ゲイン、アタック、ミックスです。レシオの動きをプラグインドクターで確認してみるとこのような感じになります。ゲインリダクションメーターはプラグインの右下の方に用意されていますので圧縮量の確認が可能です。またコンプレッサーを含むダイナミックス系エフェクトの使い方は過去動画にありますので概要欄のリンクから視聴することができます。ちなみにこのプラグインをトラックに挿入するとこのようなアナログノイズが加えられます。そして V ゲインというつまみでノイズの量を調節することができます。コンプレッサー下の青い部分はディエッサーとエキサイターです。赤い DS ボタンを押すと有効になります。センシティビティつまみを左側に回すとディエッサー、右側に回すとエキサイターになります。また、つまみの回し具合によってエフェクターがかかる比率を調節できます。フリクエンシーつまみはディエッサー、エキサイターが効く周波数を決めます。50Hz から 20kHz で設定できます。そしてリッスンと書いてあるところのインジケーターをクリックすることでエフェクターの効果を確認することができます。ドラムトラックにディエッサーをかけてみてリッスンボタンを有効にした場合を聞いてみたいと思います。5kHz に 30% の割合でディエッサーがかかるように設定しています。再生します。以上のような感じでディエッサーとエキサイターを使用できます。コンプレッサーの右隣がゲートエキスパンダーです。ゲートインボタンを押すとゲートが有効になります。リンクボタンを押すとコンプレッサーと同様に L と R がリンクします。パラメーターは一般的なゲートと同じです。スレッショルド、レンジ、ホールド、リリースというパラメーターがあります。右側のボタンは必要な時に使用します。コンプレッサーの下にあるのはダイナミックフィルターです。このセクションのつまみを操作することでハイパス、ローパスフィルターとピークフィルターをかけることができます。
左側のつまみがハイパスとローパスフィルターです。右側がピークフィルターのゲインと適用させる周波数を操作するつまみです。このセクションの操作はデリケートで難しいと思いますので、他のプラグインを後段に挿入して代用しても良いと思います。ダイナミクスセクションの使い方は以上になります。楽器の音源をいくつか用意しましたので、フォーカスライト SC のコンプレッサーセクションを使用して音源にかけてみたいと思います。また、このプラグインにはプリセットがいくつか用意されていますので、今回はそれらを使用して4から8デシベルほど圧縮する設定にしてみました。バイパスと聴き比べてみたいと思います。再生します。以上のような感じになります。フォーカスライト SC はどの音源にかけてみてもクリアに圧縮される印象を受けました。ドラムの場合は無理なくキックやスネアの存在感が増しています。そしてフォーカスライト SC は VCA タイプのコンプレッサーです。バストラックやマスタートラックに向いていたりしますので、ドラムをまとめた音源にも相性が良いと思います。また、アコースティックギターには少々効果が強いようです。アコースティックギターのトラックに設定を調節していた時に8デシベルくらいまで圧縮してしまうとうねったような音に変化してしまい、私は好みではありませんでしたので4から5デシベルくらいの圧縮にとどめました。そしてエレキベースなどにはフォーカスライト SC のコンプレッサーを強くかけても良い印象を私は受けました。結果の考察は以上になります。
パッと見た感じはつまみやボタンがたくさんあってとっつきにくい感じがしますが、落ち着いて一つ一つをよく見てみると基本的なものですので、操作方法はちゃんと理解できると思います。パラメーターの効果もしっかりしていますので、とても良いプラグインだと私は感じました。次回は BX コンソールフォーカスライト SC のイコライザーをレビューしたいと思います。このプラグインのイコライザーの使い方や実際に音源にかけるとどのようになるのか考察します。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。